にちは。今回はフィリップスヒューの照明の紹介です。家をスマートホーム化する際にまず照明から手をつけていく方多いと思うんですけど、その中でも特に人気なのがこのフィリップスヒューのシリーズです。ただ公式サイトとかの書き方がめちゃくちゃわかりづらくて、ハブとか電球とかスイッチとか結局どの商品が必要で何を買えばいいのか最初結構自分は悩んだので、実際に買ってみて分かった設置の仕方とか詳しい使い方とか丸2ヶ月ほど使ってみて分かった良かった点とか気になる点などを含めてレビューしていきます。結論から言っておくと、今まで中華系の安い Wi-Fi 電球とかを買って嫌な思いをした方、やっぱりフィリップスいいですよ。まず自分が購入して所有して使ってるのがバーライト LED と26と17抗菌両方のスマート電球 LED とヒューブリッジとスマートスイッチ、この5点です。Amazon にはそれぞれがバンドルとしてセットになってるやつもあるんで、概要欄のリンクから見てみてください。で、そもそもスマートフォームの照明器具って何なのかっていう話なんですけど、Amazon の Alexa とか Hey Siri とか OK Google とか、AI 端末に声をかけて電気つけてとかちょっと暗くしてとか、そういう音声に反応して命令を聞いてくれるようにできるようなやり方ですね。で、音声を使わなくてもスマホのアプリとかをリモコン代わりにして一括して操作を管理できたりもします。つまり電気を一個一個つけたり消したりをして回るのがめんどくさくないんであれば、スマートホーム照明っていらないんですよ。逆に言うと照明以外にもエアコンとかテレビとか玄関の鍵とかブラインドとかカーテンの開け閉めとか、そんなのもあるので、スマート家電が家の中に増えれば増えるほど一気にどんどん便利になっていくわけです。話を電気にちょっと戻すんですけども、バーライト LED とか、このスマート電球とか、ヒューブリッジとか、スマートスイッチ、この5点あるんですけれども、この中でもこのヒューブリッジ、これがいるのかいらないのかっていうのが結構分かりにくい問題っていうのがあるんですけど、結論から言うと絶対買っといた方がいいです。で、詳しくちょっと説明していきますね。で、ここちょっと大事なんでよく聞いといてください。で、まずブリッジなしでもスマートフォームとしてちゃんと機能するのは、これらの Bluetooth のマークが書いてある電球たちだけです。つまりこの電球たちはブリッジが別になくてもスマホと Bluetooth 接続さえしてしまえば調光とかカラー変更とか照明自体のオンオフとか Alexa に対して消してとかつけてとかの音声認識でももちろん使えるということなんですね。ただこの動画を編集している今現在ではフィリップスの公式からこのやり方で対応しているのは Amazon Echo デバイスだけとしか言われてないので Amazon Echo と接続して声で Alexa に照明関係を頼むって方はブリッジなしでも大丈夫ってことです。なんですが Google ホームとかの、Alexa 以外を使っている方はちょっと諦めた方がいいかもしれません。他のレビューとか見てみてもブリッジなしで Google ホームを使って音声認識をやってるって方ちょっとうまくいってない方ばっかりなんですね。でそれから電球自体の Bluetooth の電波がめちゃくちゃ弱いんでとにかく接続が切れまくります。その点ブリッジを使えば Bluetooth 接続ではなくて Zigbee 接続になるので、これはかなり安定してイライラしたくない人はもう最初からブリッジ買っておくことを心からお勧めします。実際のつなぎ方なんですが、まずはこのブリッジを普段使っている Wi-Fi ルーターにつなぎます。スマホからも制御できるようにするので、同じネットワークにつないでおく必要があります。スマホに Hue のアプリをまずあらかじめダウンロードしておいて、そのアプリの中から Hue ブリッジを登録します。これで近くにある Philips Hue 対応の電球たちがアプリから操作できるようになります。で、実際に今度は電球の取り付けなんですが、まずはこの普通の電球っぽい2種類をつけます。自分はこの IKEA のライトスタンドに取り付けました。この IKEA のスタンドはスマート照明とか全然何にも関係なくて、至って普通の、何の変哲もないようなスタンドです。で、これは自分デザインで選びました。なので、気に入った照明器具は自由にスマート照明にできるってことですね。で、この照明にはもともとこういう物理スイッチがついてるので、もちろんこれだけでもオンオフの操作だけであればできます。取り付けた後の電球は両方ともアプリで一括操作することになるんで、物理スイッチは常にオンの状態にしておくことになります。で、こっちの電球は MAX で800ルーメンとかなんで、十分明るいです。で、さっき言った通り、この2つの電球は Bluetooth がついているので、ブリッジがなくてもスマホから操作したり、Amazon Alexa を使って声でオンオフとかの操作ができます。ただ、ブリッジを使えばもっと便利に使えるようになるよっていう感じです。実際2021年の今現在日本でスマートフォーム作りに勤しんでる方ってまだまだスマートフォームってどんなもんかねっていう新しいもん好きというか、そういうのに興味津々な方とかだと思うんですよ。でそういういわゆるお楽しみにはもってこいの機能ばっかりなんで、ヒューブリッジを持ってる人っていうのはしばらくこれで遊べるのでいろいろ試してみてください。次がバーライトです。
で、まずこれはブリッジがないと使えません。なんでブリッジと必ずセットで買ってください。で、これ結構気になってる人も多いと思うんですけど、これこそまさにおもちゃですね。実生活には何の必要もないフィジェットってやつです。ただ満足度は結構高いです。実際の自分の使い方は前にホームオフィスを作るっていう動画を出して、そこでも紹介してるんでよかったらそっちを見てみてください。で、バーライトは PC モニターの裏側に取り付けて間接照明として使ってます。テレビの裏とか両サイドに立てておいてもいいと思います。明るさが530ルーメンらしくて、個人的な感想としては間接照明としてはこんなもんかなぐらいの明るさで、メインでこれだけを照明にっていうのはなしかなと思います。フィリップス公式からもエンターテインメントライトって言っちゃってるぐらいの照明で、アプリからシーンを選んでムード照明として使えるようになるって感じです。こんな感じで夕焼けとか春の陽気とか、そんな感じのやつがアプリに最初からめちゃくちゃたくさん設定されてます。もちろん実用性もあって、集中モードとかのスッキリした照明っていう感じにもできますし、夜間照明として暗めにしたりとか、読書に適したモードにしたりとかがアプリから一発で操作ができます。それからちょっと面白い機能として、テレビとか PC のバックライトとしてモニターの両脇とか裏側に設置させといて、映像とか音楽と照明をシンクロさせることができます。で、このシンクロ機能はブリッジがないとできないです。PC とのシンクロ機能っていうのは設定もめっちゃ簡単で、このヒューシンクっていう PC アプリをダウンロードしておけばリンクできるようになります。で、それ以外にも映像だけではなくて、例えばオーディオデバイスを選んでおけば音楽とリンクさせることもできますし、Spotify と直接リンクさせるような機能もあるみたいです。自分はこれ普段あんまり使わないんですけど、ゲームするときにこれ進行させるとめちゃめちゃ面白いです。没入感すごくて、画面が一気にもっともっとでかくなったみたいに感じます。で、これで映画見るの結構いいですね。ホームシアターになってすごい満足感あります。で、これ結構面白いんで、自分みたいに映画好きな人はぜひやってみてほしいです。で、テレビとの接続はちょっとやり方が違って、そもそもこの出力同期用デバイスっていうヒューシンクボックスっていう別売りの商品が必要みたいです。自分は持ってないです。これ3万円オーバーなんで結構人選ぶと思います。HDMI 出力の機器をシンクロさせられるようになるんで、例えば PS5 とテレビの間にこのヒューシンクボックスを挟めば PS5 の映像にシンクロしてテレビのバックライトが光ってくれるようになるみたいなことですね。で、ライトバー以外にもライトストリップとかテープライトとか本当にいろいろ対応商品はあるので、これ全部集めてシンクロさせて音楽とか聴いたら多分すごいことになりそうですね。それがこのディマースイッチっていうのがあるんですが、これは本当におすすめです。これ本当に買ってください。これ今まで紹介したようなライトたちを物理制御するスイッチなんですけど、結局スマート照明って言いながら、じゃあ電気をつけたり消したりするために毎回ポケットからスマホ出すのが果たしてスマートかっていう話になるんですよね。で、このスイッチに全部照明類リンクさせておいて、部屋の入り口あたりの壁にくっつけておけば、それこそスマートに照明の制御ができるようになります。ただブリッジなしで制御できるのが電球10個までなのと、さっき紹介したようなバーライトなんかはブリッジがないと一括制御はできないです。ブリッジさえあればバーライトのシーンチェンジとかもこのスイッチだけでできるようになるんで、スマホは使わなくてよくなります。個人的にこのスイッチは絶対あった方がいいと思います。はい、という感じでいろいろと紹介してきたんですが、ちょっと情報をまとめます。一応ブリッジを買わなくてもヒュー対応の電球とスマホだけで調光と朝食ができますし、照明としては十分使えます。ブリッジを買わなくても Amazon エコーの Alexa なら音声認識で使うことができます。ただブリッジがあればバーライトを使ったり映像リンクをさせたり音楽リンクをさせたりいろいろと遊んだりできます。で、ブリッジは接続の安定性のためにも買っといた方がいいです。なんでかというとブリッジなしだとおのずと Bluetooth 接続を使うことになるんですけど、これが結構不安定です。それからディマースイッチは買った方がいいです。それからバーライトは買わなくてもいいです。そんな感じです。それぞれ概要欄にリンクを貼っておくので、詳しく知りたい方はそこから確認をしておいてください。今回この動画が参考になれば、高評価とチャンネル登録、またしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。